次回もチャイナエアラインを使いますか使いませんか？どうして？今気づいた。今気づいたよ。福岡 B8。皆さんこんにちは。ニュージーランド在住のリンです。今回夫婦2人だけで日本へ一時帰国してきました。初チャイナエアラインで行く様子と本気のレビューをお伝えします。チーズケーキうなぎみたいなの言われたらそうかも。かば焼きみたいなチーズケーキよ、チーズケーキ。イントネーション大丈夫？大丈夫。今回のチケット代いくらだったか知っていますか$1500。お、覚えてた。1520ですね、だいたい。座席予約込みの料金でね。飛行ルートはニュージーランドのオークランドからブリスベン、台湾、そして福岡まで合計17時間と25分の旅です。スケジュールは夜7時半オークランドを出発、9時20分にブリスベンに到着。ここでの乗り継ぎ時間は1時間30分。そして夜の10時50分にブリスベンを出発。翌朝5時40分に台北に到着。ここでの乗り継ぎ時間は1時間10分。そして朝6時50分に台北を出発し、朝9時55分に福岡に到着という長い道のりでしたね。夜7時10分オークランドを出るやつだったから、朝からねあんまりバタバタせずに余裕を持って出れたような気がするけど、どう？楽ね。ゆっくりね、出るのは楽だったよね。シートに着いたらこのピカチュウたちのお出迎え。50代の私の顔もゆるっとなりました。機体は新しくてとても快適でした。1回目の機内食、夫婦それぞれ違うメニューを選んでシェアしました。最初の経由地ブリスベンに到着。行きはブリスベンで1時間半の予定だったけど、ちょっと早く着いたからなんか全然余裕だった。これは3回目の機内食、朝ごはんですかね。私のは多分キッシュ、旦那さんのは魚のおかゆだったみたいです。もうこの時私は睡眠不足でヘロヘロでした。皆さんは機内で寝れますか？乗り継ぎの案内も見やすくてとってもね分かりやすかったです。台北での乗り継ぎも1時間だったけど、全然なんかねスムーズにいったもんね。早かったね。全部ブリスベンから台湾までスムーズに行って、台湾でどうして？今気づいた。今気づいたよ。同じじゃん。お揃い、ちょっとお揃いあら、お揃いだったよ。お揃い。本当やん。全然気づかないです。なんでだろう。ペアルックだったことに気づいてね。ああ、そうよね。結婚して何年だっけ20 20何年205年。違うよ、26年目じゃない？長男くんが27になるから25年6年26年だっけ。26年目わからんくなるよ。全然気づかんやったよ私。だって俺ジャケット着てたもん。ああ、だけんか。だからそう全然わかんなかったんだ。飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトを今一度確かめください。機内食はどうでしたか？機内食ね。まあ良かったよね。アジア人の私たちにとってはなんか合ってるような気がしたけど。まあね、なんか馴染める中華味みたいな。ね、台湾だしね。まあなんかどっかで八角の匂いがちょっとしたようなものも。あれソーセージでしょ。あれは食べた。そう、俺が食っ
たちっちゃいソーセージ、台湾ソーセージの匂い、あれがそう結構ちょっと八角の匂いがしたというね。そうそうそう。それ以外はね全然大丈夫だったよね。CA さんたちもね、サービスはいいと思うよ、あそこいいよね。気を使ってなんかそう毛布が置いてなかったから毛布はリクエストしたら、ちゃんと届けてくれるし、すごくいい感じでした。結構飲み物とかみんなに声かけて、お客さんに、きめ細やかなサービスだったね。いいよ、機体もね新しくて、そうね、中も綺麗だったしね、機内も静かだったよね。すごい静かだったね。なんか本当台湾人の方々はマナーもいいし、ゲートのところで待っててもなんかみんなこう結構喋ってる感じが、こう周りざわざわするのかなと思ったけど、全然なんかそんなことなくて、すごい静かに喋ってるもんね。最大のメリットはやっぱ荷物ね、23キロの荷物を2個1人2個持っていける、追加料金を払わずとも持っていけるっていうやつ、それが一番結構大きかったかな。日本でいろいろ服とか買ったし、私は羽毛布団も持ち帰ったし、カップラーメンね、カップ麺20個も知らん10個何個買って帰ったっけ。知らん、分からん。後から追加して、で私にもまた持って帰ってきてって頼んだもんね。袋麺何個袋麺6個7個、カップ麺ね、ニュージーランドがね今発泡スチロール製のカップ麺をね輸入禁止にしたから、もう全然買えないんだよね。紙のパックしかダメね。デメリットはエンタメ系が少なかったってことね。ああ、中の映画ね。ないのね、まあね、映画ドラマ、日本のものはあったけど、なんか古いやつ、私はマスカレードホテルを見たんだ、キムタクの。寂しいなって思う人にはあれかな。寝りゃいいんだよ、寝りゃ。ネタが勝ちよ。帰り一人でもうそれぞれね、先に帰って私が後から帰ってきたから、帰りはスムーズでしたか？帰りは、スムーズね。全然別に遅れることもはなかったね。ね。私はブリスベンで火災報知器がガンガン鳴ってて、ちょっとあれだけ耳が痛かったけど。あとね、台北で乗り継ぐ時かなり歩いたの覚えてる？そうね。端から端まで歩いたような気がする。歩いてたら上の方に表示があって、トランジットのまで何分って書いてあるのに気づいて、それ知らん。ただ単に歩いてたよ。長かった。ただ単にもう歩いたって感じ。淡々と淡々と何も考え何も見てないんだ。何にも見ずに。そう。では最後、次回もチャイナエアラインを使いますか使いませんか、挙手でお願いします。せーの、使う人。はい。いやー、時間がねすげえいいエアラインよ、あれは。サービスもきめ細やかで、このまで乗った中で結構トップレベルって思ったけどね、エコノミーで、そう、でもね、やっぱね、乗り継ぎがねめんどくさいよね。でも今までさ、もう年末年始しか帰れてなかったからね、子供たちがね学校休みの間っていうので、一番高い時で1人2300とか出してた、でもまああれよ、どうでもいいんだよね実際その時になったら何でもいいよ俺今はただ単にこうどうでもいいってまた日本行くとして、エアラインどうするって言うと、どこでもいいって感じだよ話がまとまらんけどとにかく行ければいいって感じよ、日本に。その間に台湾でちょろちょろっとこう歩いて、なんか観光でもしようかって一瞬頭をよぎったけど、いやちょっと待ってと、これは睡眠不足で台湾を観光するのはもう絶対無理だと思ったから、次もし行くとしたら台湾で一回降りて観光ちょっとして、そうね、でそっから福岡行くっていうのもいいよね。はい、ということで今回
まあおすすめよ。おすすめですよね、台湾の皆さんに。なんだっけ、中華航空。日本語だと中華航空、で英語だとでもなんかチャイナエアラインでみんなよく言うらしいよ。でもたまになんか私も間違えて人に言うときエアチャイナって反対に言っちゃうから違うんだよね、食べチャイナ物エアライン。本当食べ物美味しかったね。みんなもりもり食うしね。総合的に、とても良かったということで今回のチャイナエアライン丸です。ハート丸いいよ、丸で二重丸で、いいよね。皆さんもしチャイナエアライン中華航空考えていらっしゃる方がいればぜひおすすめします。おすすめです。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。